こんにちは、エルカです。軽トラキャンピングカー自作シリーズ第4回目になります。ご覧いただきましてありがとうございます。今回はとりあえずの内装編です。こういうテーブルとですね、この椅子、そしてここ全体はベッドになるんですけれども、それとこの上のバンク部分ですね、これもベッドになりますが、さらに、収納もですね、たっぷりやるためには、これですね、収穫カゴですね。めちゃくちゃチープやけども、これは実用的なんです。これは埼玉の仙人さんのアイデアです。右上のカードのところにあります。実はこれスタイロフォームの端材でですね、作ったやつ。ククーラーボックスですね。これも収穫カゴの中に入れてますけど、これも重宝しそうですね。いかにもって感じですけれども、ともかく簡単にできるんでこれはいいです。その他にもこの網戸ですとか、そっち側にテレビあるんですけども、それから簡単な水回り、とりあえずやってみましたんで、よろしかったらお付き合いください。内側は全部ベニヤです。クロスを貼るか塗装をするか迷ったんですが、結局全部塗装することにしました。この白いところはベニヤ板の継ぎ目の隙間が空いているところにパテを塗った状態です。適当に目立つところを埋めています。あんまり細かいところまではやっていません。水性塗料をローラーで塗っています。塗りにくい奥の方から塗っていきます。もちろん1回塗りでは必ずムラができます。それはまた味があって良いと思えれば1回でも良いと思いますが、私は結局2回塗りました。塗る面積としては畳10畳ほどでした。アサヒフェンのバリューコートという塗料ですが、1.6 リットルの缶を2缶使い切ってちょうど2回塗りできました。塗り終わりました。後ろの入り口から前の方を見ています。2回塗りでも多少のムラはあります。それほど気にならないです。奥から後ろの入り口の方を見ています。細かい隙間いっぱいあるんですけれども、壁紙の仕上げにも使うアクリルシーラントでごまかしています。床は幅が1メートル20センチちょっとで、長さが2メートル10センチちょっとですが、クッションフラワーを貼ります。これは水性のゴムのりのようなものを塗っているところです。クッションフロア専用のボンドです。先がギザギザになったヘラで均等に広げます。ホームセンター武蔵で買ってきた市松模様のクッションフロアを貼ります。武蔵は切り売りをするときものすごく正確に直角に切ってくれます。余ったところは壁紙用の地べらを押し当ててカッターで切ります。残った部分もすべてボンドを塗って余った部分を地べらとカッターで切り取ります。貼れました。結構いい感じになってきました。カーテンレールの取り付けは、レールを外してまず金具だけを取り付けるのが鉄則です。カーテンとカーテンレールはニトリで住宅用のものを買いました。幅100センチ、丈110センチのチープなヒョウ柄です。天井付近から吊るします。ベッドにするための12ミリ厚のベニヤを長さ180センチ、幅60センチに切ります。これの長さを60センチと120センチに分けます。サンダーで面取りします。同じ板を2組作って実際にベッドをセッティングしてみます。まず収穫カゴを積み込みます。そして60センチ角の板2枚と60センチ ×120 センチの板2枚を積み込みます。この並べ方では収穫カゴを6個置いていますが、板の端の方を踏んだ時に板が跳ね上がったりするので、最終的には8個にしました。60センチ角で厚み5センチくらいのウレタン入りのクッションを6枚敷き詰めます。これで幅120センチ、長さ180センチのベッドになります。網戸は窓枠の内側にはめ込む形にします。窓枠より
幅高さとも6ミリ小さく網戸の枠を作って、網をタッカーで貼って余分なところを切り取って木目のテープを貼ります。周りにモヘアの隙間テープを貼ります。これを窓枠にはめ込んで網戸にします。雨の日を想定して実際に乗り込む様子をやってみます。まず折りたたみの踏み台を出して、そこから土足で乗り込みます。その時小さくても靴を脱ぐ場所、土間ですね。これが必要です。傘立てに傘をしまいます。これもないと不便です。塩ビパイプの先に蓋をつけただけですけど、2本立てられるようにしました。取り外して中の水を捨てられるようにしています。土間で靴を脱いで下駄箱にしまいます。2足入れられるようにしています。今室内はベッドの状態になっています。窓枠に網戸がはめ込まれていて、これを外して窓を開閉します。ちょっと面倒なんで、昼は網戸を外しておいても良いかもしれません。ベッドの大きさは幅120センチ、長さ180センチです。上の方はバンクベッドになります。棚を手前に引き出してマットレスを敷きます。バンク部分の長さは160センチなんで、マットレスの頭のところは少し折り返して枕の代わりにするという感じです。下の段が下駄箱になっている戸棚の上に水のタンクを乗せています。戸を開けてバットを乗せる台にします。手洗いと歯磨きぐらいはできるでしょうか。最も簡単な水回りです。排水はタンクやペットボトルに上下で入れて持ち帰ります。その上の棚にはテレビを置いています。テレビの後ろにポータブル電源を置いて電源にしています。アンテナはクワトロヘンテナを自作しました。このやり方は私の得意分野なんですが、また別の機会に詳しく説明します。街中を走行したところでは、ワンセグならほとんど途切れませんでした。フルセグは時々映るという感じです。次に机のセッティングをやってみます。この状態からクッションを2つ取って、その下の板を机にすれば、残りの部分が L 字型の椅子になります。椅子の下のカゴに入っているものも取り出すことができます。机を小さくすれば立って移動できるスペースが広がります。この形が一番いいかもしれません。余ったカゴはバンクなどに置いています。対面で座ることもできます。スタイロフォームの端材で作ったクーラーボックスです。内乗りが縦24センチ、横40センチ、深さ23センチで、容積は約22リットルです。2リッターのペットボトルは残念ながら縦に入らないです。寝かせて4本ぐらいです。入り口ドアには錠サシを吊るして小物入れにしています。ドアを開けた時に外からも小物を取ることができるんで便利です。遊びの空間なんでいろんなシールを貼ったりして楽しんでいます。こういうのね、100均の収穫かごの中に、これも100均で揃えたやつ。これはちょっと上等かな。電池ですね。それからその他にもこういうポータブル電源ですね。AC100V も使えるという。とりあえずこのちっちゃいやつ、150Whのやつですけども、とりあえずやってみました。とりあえずの間に合わせなんですけれども、太陽電池システムとかですね、屋根の上につけて、いずれはやってみたいなと思っています。まだまだ課題は山積みなんですけれども、これでいろんなとこ行ってみたいと思います。
今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。またぼちぼちといろんなとこ改良してはアップしていきたいと思いますので、お付き合いいただきましたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。それでは失礼いたします。